ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、みんな大好き日高屋のルーツとなったお店、こちらです。JR 大宮駅から徒歩2分くらいのところにあります来来軒南銀座店さんにお邪魔してます。皆さんね、日高屋さんはもちろん知ってると思われるのですが、ちなみに日高屋さんってのは大衆中華食堂っていう感じで、かなりねリーズナブルな値段でボリューミーな中華料理が食べられるお店で、全国にも幅広くチェーン展開してるお店なんですけど、今回のね来来軒って皆さんご存知でしょうか。この来来軒はですね、1973年に大宮に中華料理来来軒、来来の来が同じの方の来、その来来軒がね1973年に大宮に開店しまして、その店舗はね閉店してしまったんですが、その後1975年に来来軒、今度はねくるくるでもうちゃんとしたくるくるの来来軒が開業したと。この来来軒というお店がね現在の日高屋のルーツになったお店で、南銀座の店舗が一応1号店っていうね感じだったんですけど、2021年は去年ですよね、閉店してしまいまして、結構なんかノスタルジーな雰囲気すごい漂っててね、思い出深い感じのお店だったんで、すごく残念に思ってたんですけども、なんとですね今年の2月に再び南銀座にオープンしたという情報を見かけまして、私すする野菜が不足していた大学生時代は日高屋さんのね野菜たっぷりタンメンに非常にお世話になりまして、南銀に復活したと言われてたこの来来軒、ちょっと無性にすすりたくなってしまいまして、日高屋さんもねある意味僕のラーメン好きのルーツとなったお店であって、さらにその日高屋のルーツであるねこの来来軒さん、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあというわけで大宮駅近く来ました。結構ね今時間夜遅いんですよ。夜遅い南銀ってねなんかめっちゃ怖いんですよね。すごい絡まれるというか、本当に客引きみたいな人たちがすごくいっぱいいて、すごい治安が悪いと言いたい。治安が悪いんですよね、めちゃくちゃ。前はね、前の来来軒は南銀ほんとど真ん中通っていかないといけないような場所だったんですけど、今回の来来軒はね南銀を避けていくことができるのですごくいいですね。というわけで本日ねせっかくですので、私すするの方からちょっとコメント返信をさせてください。毎回ね結構ラーメン屋さんのおすすめとか皆さんからいただくことが多くて、ちょっとねそういったズルズルズの面々の申し訳なさとかもあって、ちょっと読ませていただきます。どこかのお宅さんいつもコメントしてくれる、ありがとうございます。東神奈川ラーメンムー、ぜひ夢と書いてムーですね。ムーいけてないんだよな。一生ツイッターが相互フォローにならなくて、僕の方からちょっと DM が送れない設定になってるのでなかなかいけないっていう、誰かつながりで絶対いけるはずなんで、ちょっとそろそろ気合い入れて本気でムーに行きたい。もうずっと行きたいって言ってるお店なんでね、そろそろ行ってきます。はい、さすがに。お次あさん、埼玉の坂戸駅にある丸町と、高坂駅にある伊佐美に行ってみてほしい。坂戸の丸町はねすごく知ってて、ここ確か朝からやってるんですよ。朝からつけ麺出してるお店なんですよね。めちゃくちゃ行ってみたいですね。坂戸といえばあとマリボっていうね背脂のラーメン出してるお店もすごい気になってる。高坂駅にあるこの伊佐美っていうお店はちょっと僕知らなかったんで、伊佐美をちょっと調べてみたところ、場所がね東松山市っていうところと、タンメンを提供するお店だったっていうので、僕がめちゃくちゃ好きなタンメンのお店の味富食堂さん出身なのかなとか思っちゃいましたけど、すごい今憶測で言ってるんでね、これはもしこの高坂駅に存在する伊佐美さんの情報を持っている方はぜひコメント欄にまたお寄せください。お願いします。お次は S 田中さんですね。前橋の麺屋三角の味噌タンメンがおすすめです。チャーシューもめちゃくちゃ美味しいですよということで、群馬の前橋に昇格っていう鳥がね飛ぶ空をかけるとかな、昇格っていうお店があって、なんかそこのタンメンのお店なのかなとか思って、これもちょっと調べてみたんですけど、多分昇格さんと関係なさそう。でも意外とみんなやっぱタンメン好きなんですよ。僕もタンメンすごい好きなんですよ。野菜を手軽に取れて、なんていうんですか、ラーメンなんだけどちょっとこうヘルシーな気分になれるっていう、ヘルシーな気分になれるっていうのがすごくタンメンは僕好きなところですね。はい、あとシンプルにうまいっていう、そしてパラパラさんですね。川越市駅前の国王行ってください。この国王っていうお店もちょっと僕存じ上げなかったんで調べてみました。なんかもうラオウみたいなすごい屈強なラーメンが出てくるのかと思いきや、意外とねちょっと家系っぽい感じの店だったんですよね。どうなんだろう、これもねなんか黒っていう字が入ってるから、目黒にあるね麺屋黒とかなんかそこら辺の関係があるのかなと思ったんですけど、どうやらそうでもなさそうなんだよな。シンプルにラオウが好きだったんですから、店主さんがね。ちょっと国王もチェックしてきますね。ありがとうございます。そしてちょっとラーメン屋さんとはね関係ないコメントも来てました。ソーシャルファームさん、すずるさん宮城に来てくださいということで、宮城はね最近全然行けてなかったんで、そろそろ行きたいな。いやこの間やったか、仙台ツアー室田とか行きましたね、そういえば。でも違う、あれ宮城じゃないわ福島でごめんなさい。そっか、宮城全然行ってないね、そういえば。宮城県また自家製太麺渡辺の、前回のラーメンいただいたんですけど、油そばをすすりたいんですよね。僕結構なんか渡辺はもう油そばをすすらないと渡辺じゃないみたいなコメントもちらほらあったんで、今度ちょっとまた自家製太麺渡辺に行って油そばをすすりに行きたいと思います。そしておまるさん、
丸一でバイトしてるものです。来てくださって嬉しいです。残念ながら自分のシフトの日じゃなかったですということで、丸一はあれですかね、浅草の麺屋丸一さんですかね、自家製麺ナンバー11さんがプロデュースされたお店ということで、極太もちもちの自家製麺と、麻婆だれをね合わせた麻婆混ぜそばをやってて、この麻婆混ぜそば結構美味しかったんですよね。ちょっとまた機会があればね、ぜひぜひよろしくお願いします。なんか意外とね、ラーメン屋さんで働いてる人とか見てくださってて、すごく嬉しいですね。なんかラーメン屋さんに行ったら「おするさんいつも見てます」とか言ってくれるとね、めちゃくちゃ僕もやっててよかったっていう気持ちになります。そしてですね、485存在価値、すげえ名前だなおい。チェーンの山岡屋もぜひということで、山岡屋ね、山岡屋なぜかすする TV で行ってないんですよね。僕地元にも山岡屋あったりとか、別に山岡屋別に嫌いとかってわけじゃないですよ、全然。なんだけどなぜか行けてないっていうんで、そろそろ行きたいな山岡屋。そろそろ別になんかあれなんですよ、我慢してたとかそういうわけでもなくて、なぜかなんか行ってないんだよな。そろそろ山岡屋行きますね。はい、めちゃくちゃ逆光だけど。というわけでめちゃくちゃまたこれいい外観ですよね。来来軒さん着きましたね。早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、来来店南銀座店さん、タッチパネル式です。今回はタンメンと半チャーハンと餃子のセットをタッチ。日高屋の野菜たっぷりタンメン半チャーハンセットは、学生時代のすするの栄養分を補給してくれた思い出の味であり、そのルーツになっているこのセットは間違いないでしょう。そして何よりどのメニューも値段がめちゃくちゃ安い。来来軒だと野菜たっぷりじゃなくて普通のタンメンなんだよ。でもセットじゃない方だと普通に野菜たっぷりタンメンという表記だから、多分野菜たっぷりタンメンで合ってると思うんだけどね。セットだとメニュー表記が変わって不安になることあるよねと思いながら待ってると、こちらが来来軒南銀座店さんのタンメン半チャーハン餃子セットです。夏学生時代と見た目もほぼ変わらず一安心するさなか、あの頃と同じようなワクワク感も溢れ出てくる。あと餃子が3個だとお一人様にほんとちょうどよくて助かるという大人な一面もちらつかせたらいただきます。ではまずスープから。塩ベースであっさりかつすっきりしているのにコクもあってほっと安心できる、やっぱりうまいなとうなずける味わい。すするいや成田にとって日高屋は生きるために食う飯だったということを改めて思い出させ、いろいろ考えるよりもとにかく早く次の一口を胃袋に収めたいという流行る気持ちは抑えられない。いくつになってもうまいものに目がないところは変わらずいてくれよな。おれい。さてお次はたっぷりな野菜をかき分けて麺をリフトアップ。よっしゃスーズルボレーン。つるっとすすれてあっさりなスープも持ち上げる平打ちストレート麺で、実は以前日高屋の野菜たっぷりタンメンがこの平打ちストレート麺に変わってからあまりいかなくなっていましたが、今すすってみるとこれはこれでよしと思わせてくれる。うまいとかどうかではなく、これは俺にとっての飯なんだと本能ですすらせてくれる麺で、世の中にいろんなチャンピオンがいるようにこれは原点のチャンピオンなのかもしれません。さあ今度は野菜を食らってみましょう。シャキシャキな中にも豚食感が共存する雅なもので、もやしやキャベツや人参など栄養満点な緑黄色野菜が取れる、体がメラメラとたぎるせぎ。タンメンスープとの相性もぴったりで、今日も元気に野菜がうまい。さらにそんな野菜たちに時折混ざる豆粒豚バラ肉ちゃんも俺好みで、もっとでかくしてほしいといえばしてほしいけど、とにかく俺はこいつが好き。ちっちゃくたって元気なちびっこマンを応援しつつ、ヘルシー&ダイナミックに食べ進めていきます。ではここでチャーハンを登場させて食らっていきましょう。食感に関してはまあそこそこといったものですが、味はちょうどよくて、食らっていくと当時タンメンスープと合わせて食べるのが好きだったことを思い出し、あの頃のようにスープと合わせて食らっていきます。よーく考えたら今もチャーハンをスープと合わせて食らうのが好きだし、よくやってるので美味しいと思う食べ方って根本的には変わらないんだなと思った2022年の秋口でした。さあ続きまして酢醤油を作成ということは餃子の登場です。食らってみるとあんが滑らかなねっちょり系で、チャーハンとの合わせ食いがはかどるやつ。改めて餃子3個から注文できるのは非常に嬉しいなとしみじみしつつ、このセットで1000円切ってることにも大感謝。もし今全てが学生時代に戻ってもこのセットを注文することでしょう。てな感じでラストの餃子もパクリと食らってスープと合わせれば本日も完食です。大変美味しくすすれました。安心安定の昔を思い出させてくれる、改めて野菜たっぷりタンメンのうまさを体感できる一杯でした。それでは
こそれ。はい、ごちそうさまでした。というわけで来来軒さん行ってきたんですけども、いやーやっぱ野菜たっぷりタンメンうまいっすね。めっちゃ久しぶりに食べたんですけど、結局やっぱ野菜たっぷりタンメンうまかったですね。すっきりとした塩味、そして野菜の旨味もねほんのりこう溶け込んでいるような感じで、野菜の臭みとかもなく、野菜の食感もねすごいシャキシャキしてる中にちょいくたな要素もあって、タンメンの野菜としてはもうベストな茹で加減なんじゃないかと思いました。スープもやっぱチェーン店なんで、そんな別に他の日高屋さんとかと大きな違いがあるわけじゃないと思うんですけど、それでも安定感のあるすっきりとした塩味、タンメンスープはやっぱうまいですね。麺はね何度か僕配信とかで喋ったことがあるかもしれないんですが、日高屋さんのね野菜たっぷりタンメンって途中からなんか麺が平打ちの麺に変わっちゃって、それ以来ねあんまりこう好きじゃなかったんですけど、今日食べてみたら別にそんな露骨になんか嫌だなっていうような感じではなかったですね。昔は中細のねちょっと縮れた感じの麺だったんですけど、今の麺もなんかありかなっていう感じですね。多分もともとその中細の縮れ麺に慣れてたから平打ち麺がちょっと受け付けなくなっちゃったんだと思うんですけど、今となっては全然ありですね。はい。チャーハンはあんな感じだったっけっていう雰囲気こそあれど、餃子はねシンプルに美味しかったですね。はい。いやとにかくなんか野菜たっぷりタンメンが美味しくてすごくホッとしました。はい。メニュー構成とかねおそらくほとんど日高屋さんと変わんないスタイルで、違うのって多分屋号ぐらいの感じだと思うんですけど、来来軒さんね見かけたらぜひぜひちょっと日高屋のルーツだっていうことをね考えながら食べるとちょっとよりね深みが増すんじゃないかと。あとやっぱ値段が安いですね。本当にさすが日高屋って感じマジで。チャーハンとか今回つけてます。つけても1000円以内で収まってますから、それを考えるとやっぱコスパ絶大ですよね。いや久しぶりになんか思い出に浸れてすごくいい気分です。南銀を歩いて通って帰んなきゃいけないのがすっごい嫌なんですけど、頑張ります。ごちそうさまでした。それではすするの公式キャッチフレーズ、来来軒南銀座店さん、すするにとってのルーツのルーツや日高屋がまさか前身の店がつとは知らなかったですね。